こんにちは、鷹の目工作室です。今回はソールプレートを加工していきます。底面から削り始めます。大きな湯口が見えていますが、この段階で合わせて削り落とします。木片が引いてあるのはベッドに傷をつけないための予防策です。ひっくり返して上面の削りと取り付け穴を開ける作業をしていきます。穴位置を決めるためにベッドへの固定の段階で平行を調整しておきます。ソールプレートの位置が変わらないように注意をしながら、クランプする位置を上面を削るときに邪魔にならない位置まで移動します。クランプを避けながら上面を削っていきます。エッジファインダーを用いてソールプレートの中心をまとめます。穴を開ける位置はこの中心点が基準となります。上面の穴開けはメインベアリングの取り付け穴から開けていきます。片側のスタンドの取り付け穴を開けたところでクランプを掛け替えてソールプレートをボックスベッドに固定するための穴を開けます。この穴は 10mm のエンドミルでスポットフェーシングしました。
この穴、単純にドリルで貫通すれば良いものと考えていましたが、途中から変な引っかかりを感じていて、いつまでたっても明白に貫通したという手応えがありませんでした。この時点では裏側の状態を確認することもできないので、全ての穴を開け終わったところで対応を考えることとしました。メインベアリングのはまる部分の幅と溝をラフィングエンドミルで荒削りしていきます。2枚刃のスクエアエンドミルで仕上げます。上面の加工を終えて裏面の状態を確認して驚きました。穴は壁の中にめり込んでいます。仕方がないので裏側からエンドミルで穴の続きを削ることとしました。ボックスベッドとはまることを確認しておきましょう。
塗装をするとこのような格好になります。ご視聴ありがとうございました。